昨日から5月の3日、4日、5日と大宮の盆栽町で、盆栽祭りが、3年ぶりに開催されています。私も昨日は、朝3時に起きて、それで東樹園さんの、設営のお手伝いも兼ねて、朝から遊びに行かせていただきました。それでもちろんいろいろ見て回って、買い物もしてきたので、前編は、買い物の紹介動画と、で後編はちょっと変わって、今週末に、私が所属している地元の、会の展示会がありますので、その、展示のリハーサルを、これからしようと思っていて、その様子を少し、撮影したいと思います。じゃあ早速買い物したもの、ゲットしたものを、一部紹介したいと思います。丸中盆栽さんのブース、今年初出店、だったと思うんですけど、そちらのブースで買い物したので、まず1本目、はい、すごく良い、ついである、ミニミニの黒松です。はい、こういう感じの状態のものを買いました。もうボディはもう言うことなしの、曲と太さでドーンと、びっくりしました。ついであるのももうほとんどわからないが全然わからないですし、元気に目も吹いていて、本当にこれから楽しみだなと思ってます。次はこれも同じく丸中さんのブースでいただいてきた、これはついであるんじゃなくて未生の五葉松です。すごく全てお手頃な値段で、買うことができて、お財布にも優しくてすごく嬉しかったです。ありがとうございました。次はメタセコイア、これも未生のメタセコイアさんですね。いいですね。メタセコイア欲しかったので、育ててみたかったので、曲も入っていて楽しみです。姫紅蝶木ですね。花芽もたくさんあります。葉っぱがとっても小さくて、枝もすごい出てくる小のやつですね。ここでも作れますし、挿し木も簡単なんで、いっぱい素材作りができるかなと。岩梅鶴っていうもの、これも持ち帰ってきました。岩梅鶴、つる梅もどきみたいなものかなと、すいません、よくまだ詳しくないんですが、つる梅もどきみたいな実がなるみたいです。葉っぱは割となんか柔らかい感じの葉っぱですね。明日か5月5日が私の誕生日だというのをちょっと言ったらですね、それ見てくださった方なんかから、お祝いの言葉とかいただいたりして、それと誕生日プレゼントなんかもですね、持ってきてくださって、会えるかどうかもわからないのに持ってきてくださっている方が、おられて、本当にありがとうございました。お気づきかと思いますが、これも昨日いただいたもので早速つけてみたんですけど、卵の黄身、ゆで卵ですかね。可愛いですね。私が黄身子だからですよね。卵の黄身。実は小学校の時にそれで軽くいじめられてて、白身バリアだから近づくなとかね、そういういじめを大事にします。ちょっと外でつけるのはちょっとまだもう少しトレーニングが必要ですけど、たびたびこの動画でもまたつけてやりたいと思いますので、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。で買ったものは実はこれだけじゃなくて、もっと業者買いしたものが実はあるんですけど、それは預けてまして、それはまあいいか。とりあえず買ったものは以上です。少し飾りたい木とかそういうの持ってきて、今から、展示のリハーサルやりたいと思います。使う食はこちらのこういう食、箱食をメインにちょっと考えたいと思います。
ここに置きましょうか。はい、いくつかこの食のセットあるんで適当にまず配置してみましょうかね。この辺に置こうかな。ここに置きます。この食の天の部分に主木を組んで、ここはだいたい黒松とか、心拍とか、黒松が多いですかね。食の上にさらに食を重ねるっていうのが良くないっていうところもあったり、大丈夫だっていうところもあって、ちょっとそこはよく私は詳しくは、申せる立場ではないんですが、一応ここ置いておきます。ここら辺になんか草なんか置きますんで、ここに丸い草用の、ジーターを置きます。この辺にこの部分も少しこの食に負けないぐらいの、バランスで何か置きたいと思うんで、このジータ、長いジータ、これもセットなんですけど、これをこの辺に置くと、もうちょっとこの辺なんですけどちょっと入らないのでこの辺に置きます。こうかな。そうするとちょっとこれはこっちにずらした方が入るか。はい、今回飾りたい木、ちょっと花が咲きそうとか、ちょっと見頃な感じとか、お気に入りの木とか、そういうのいろいろあって、使いたい木をいくつかピックアップしてきました。一つはこの影になっちゃってるけど、さつき、ミヤマキリシマですけど、ちょっと珍しく今年花芽がついています。山の少し高いところの沢筋なんかに、川沿いなんかにこう低い位置で、咲いてる感じを出したいので、県外なんで少しここに置いてみようと思います。よし、ちょっとまだ微調整しますけど、山切りします。少しなんていうか、こっちは少し山あいの川の方っていうイメージ、こっちはもう少しなんかこうなんか里山みたいな人里近いところをイメージして、でこっちはさらに山奥の方というか、そういうイメージで配置したいなと思うんですけど、使いたい木その2はこのこごめうつぎ、これは実生して今年やっと花芽が咲いたんで、これを可愛くどっちか使って咲かせたいんですよね。咲かせたいっていうか飾りたいんですよね。まだポットですけど、こっちがちょっと飾りやすそうなんで、この樹形の方を使いたいなと思います。手に使えるような木もなくて、このそなれがあったんですけど、そなれと迷っていて、はい、あとはここに図書があるので、図書も悪くないかなと思うんですよね。どっちかにしようかなと。図書でも良い感じしますが、とりあえずそなれ置いときます。これは匂い嗅いでですけど花芽がついてて、ちょっとできれば飾りたいなと思う木がここにあります。あとは手焼きまだ葉刈りしてなくて葉っぱが大きくてバランスが取れれないので、もともと葉っぱの小さい小のつくもに入れけやきっていうやつあって、この3つを葉物でどれかを使いたいなと思います。ちょっと七かまどは、これは穂先七かまどですけど、七かまどは結構高山の木なんで、置くんだったら奥の方になるのかな。でこっちの人里ゾーンはケヤキかこの花芽のついてる匂いカエデやろうかなと思うんですけど、やっぱちょっとケヤキの方が、これはつくもです。つくもの入れケヤキですけど、ケヤキの方がちょっと馴染み深いんで、
これはちょっと下げようかな。せっかくですけど。選ぶ樹種は主木になる小白類、花物類、葉物類、実物類と、あと草、下草と、バランスよく使うと良いかなと思います。小白類だけ、心拍だけで飾ってそういう景色を出すとかいろいろあって、一概には言えないかなって思うんですけど、今回はちょっとバランスよく、やっぱこう5月っていう時期も考えて、新緑の感じと花のこのさつきの感じ、そういうのも考えて可愛くて楽しい感じの展示にしたいと思うんで、そういうのを忘れないように飾ろうかなと。そうするとここ葉物、こっちにも葉物あるから、これは下げて、ここに小米を入れようかな。で本当は最初ここにもみじ入れようと思ってたんですけど、やっぱここに葉っぱあるんで、バランス的には実物入れた方がいいのかなと思うんですよ。牢屋柿のこの今実がついてる止まったやつがあります。ちょっとこの色に対してはギリギリ入る窮屈な印象になるし、全体にバランス取れないんで、これだと大きいんで、今実をつけるために枝をちょっと長めに取ってた部分もあるので、いらない枝をカットすると割とすっきり入ると思うんで、ここ実ついてますけど枝が太いのでここは切っちゃいます。そしてこの枝も太い枝がこう2本枝分かれしてるんで、どっちか片方落としたいですね。平行枝ですし、はい、これで使えたら使いたい。そうするとなんかそなれが弱い気がしてくるんで、やっぱり図書にしようかな。この図書を使ってみようと思います。こうかな。同じ向きだから少しこんな風にするかな。難しいですね。飾りたいものとの兼ね合いもありますよね。なんかこう欅のここになんか天灰入れたくて、欅といえばやっぱこうくず屋石と相性がいいんで、このちょっと影になってきたな。こういうくず屋石、こういうのを置いてもいいんですけど、さっき置いてみたんですけど、ちょっとくず屋の方が強すぎてちょっとあまり良くないような気がするんで、ちょっと変だし、今回はこのかわいいたぬきさん、見えないたぬき、このたぬき、たぬきくんを、たぬきくんかこの石、これでもいいかなと思うんですけど、これ足が合ってないんですけどね、どっちかちょっと今日はミニ盆栽可愛く今回いきたいので、このやっぱりたぬき使いたいと思います。たぬきをちょっとこの辺にポイッと添えとけばちょっとアクセントになって可愛くないですか？可愛くないか。あとこっちに草がありましたね。草を使ってなかったんで、草はいろいろあります。コーヒーフレッシュに入ってるこの斑入りの割れもこうだったり、これも割れもこうだった。ちょっと石化してる、足元ちょっと古さが出てる、これも割れもこう斑入りじゃないやつ。こういう朝霧草とかも良くない、良いですよね。
いろいろあります。株分けしたら使える、これは屋久島スズメの槍っていうやつ、ワシャワシャしている感じの、ちょっとこの展示には大きいですけど、株分けすれば使えそうなやつ。今回は素毛に しようかな。素毛にします。合わせる鉢、植え替えじゃなくて、鉢替えっていう感じで、あんまり根を傷めないようにちょっとよそ行き風にしたいんですけどね。これも鉢替えする必要がありますね。箱、これを一つ適当に置いて、予定の通りこういうのを、バランスよく配置していく。でこっちにデータを置いて、上からこういう風にして配置しようと思うんですが、せっかくこれが木目があるんで、この木目を生かしたくて、こっちにすると、例えばこういって前から見た時に、こっちに行く時にこう流れを受け止めるような感じにしたいんで、多少こういう風にすると、こう木目があって、こっちまで目線を持ってってもらえるような、そっちの方がいい気がするんで、こうしました。そうするとこっちが白い方だから、これはこういう風にして流れをこう、木目の流れが自然になるようにしてみようと思います。こっちはどっちでもいいかもしれませんけど、好みによりでこっちにしようかな。これを基本に木を置きたいと思います。鉢替えはもうさっきしてしまったんですけど、主木になるこの図書を一本こういう風にしました。はい、どっちが表でもよかったんですが、一応配置の関係で、こっちを表にすることにしました。主木、花物、さっきの花物はこのさつきです。鉢は会の先輩が手作りしてくれたものを使うことにしました。このまま使います。はい、つくも入れけやき、こういう風にしました。四角い鉢に入れてます。こうなりました。枝をちょっといらないのを落として、実が1個2個3個と青みがついてる状態で飾りたいです。こごめうつぎは、こういう風にしました。まだつぼみもあるし、花は散らなさそうです。で、草物は子羊釣りとかも一応用意したんですが、これも使いたかった鉢がありまして、これに朝霧草を入れて使うことにしました。こんな感じです。それで一応これも予備で使えるかなと思って、これは三葉バラですけど、まだつぼみがまだそんなに膨らんでなくて、花は咲かないですけど、もし使えたら使いたいなと思って、これも鉢替えしました。でここにこういう風にして置きたいなって思ってたけど、なんか実もまだ色づいてないし、なんかちょっと寂しいかなと思ったんで、予定変更、ここに置いていいのかちょっとわかんないですけど、ケヤキ、ケヤキにしようかなって思ってたりします。ちょっと真ん中じゃなくて少しずらそうかな。変ですかね。ちょっとこれはバランスなんで、全体のバランスで
明日までに最終的に決めたい。それでこっちは、バラはちょっと残しといて、牢屋柿、こっちに牢屋柿を置こうかなと。牢屋柿とタヌキで置いて少し可愛くしたいなと。はい、ちょっとこれ邪魔ですけど、こういう風な配置にしてみようかなと今のところ、決めました。ちょっと明日の会場の自分のスペースの広さによっても多分変わってくる。広かったらこれも足せるかなと思うんですけど、今1234567点7点飾りにまとまってるので、多分これでいくかなと思います。やっぱちょっとこれはいらないかもしれません。以上、大宮盆栽祭りの買い物レポートと展示のリハーサルでした。